不動教動かざる王然。そのどしがたいレッスンは新たなる旅立ちへの試練。アビスの世界で子供たちが生き抜いていくための生存訓練。一定程度上是非常必要的吧。その装備で10日間。这水源没法用吧？但是看上去就有毒似的。哦，好神奇，它居然是发紫光。哇！专门在这儿等着呢。哦，他们是不是类似于共生关系啊？あれのどこがおとなしいんだ。好可爱啊，小草屋。この辺りの動物、目が退化してるから光に弱いはずだよ。火を焚いてれば近寄ってこないと思うんだ。这些生物是喜光的。光に弱い。哦。虫よけの草探そうか。どうだい？他们居然还在就是监视着，真的有在帮助他们。レグ少年もな、体はめっぽう打たれ強いな。しょっちゅうビビるし。判断が遅いの。機械人形なのにの。但还真的好操心，立刻。言ってやらんのか。あれで死んだらそこまでだったっていう話さ。レグは強いけど体が軽いからね。あのカバを捕まえるには工夫しないと。ならば腕を伸ばして木に縛り付けてしまうとか。じゃあ誘導しよう。どうやって？じゃーん。这什么粪吗？これ使おう。なんだこれ。臭い。メスのうんちと木の皮、フェロモンがついてるとこ好離してきたの。办法。これでおびき寄せてレグのところまで来たら石灯で目くらまし。どう？なんか行くだろうか。大丈夫、頑張ろう。救命！哇！哇，是从树里面掏出来的两只手。可以可以，好厉害啊！还是很聪明的，立刻。あの子ら得意なことはすこぶる伸びがいいの。まあ、せっかく二人いるんだしの。互いに背中を預けられるようになればええの。背中を預ける。他想到谁了？オーゼン！オーゼン！誰にやられた？待ってろ。連中をねだや。这就很来子啊！どうしたオーゼン？もう降参か？すごいぞオーゼン！一面不屈の花だ。奈落のただ中とは思えないな。うちの隊のトーカだ。こいつと結婚したぞ。哦。すまない、オーゼン。
し一人にさせてくれないか。本当にいいまいましい。トオカがさっさと言ったと思ったら、赤子まで死んで出てくるとはね。私に取り上げさせといて、まったくいい度胸だよ。因为信任你啊。あの間抜け面とお前が来て、ただでさえ丸くなったライザに、今度はこの仕打ちかい。いまいましい。あんなライザは見たかなかったよ。哦，莱萨。体力も少ない。こいつはここに置いてライザと金を抱えて登るか。まったく厄介事を引き受けたもんだ。安心しなよ。私は義理がたいのさ。看出来了，他是的，好死。还把河马吃了。なかなかいけるな。これであと5日は乗り切れるね。啊，太可爱了。リコと引き離された最後の方はあまりに心細くて。本当ですか？そりゃもうレグさんでもそうなっちゃうんですね。ちょっと安心しました。お腹空いてません？何か持ってきます。もう10日も経つのか。大勢にやられた痛みも気づけばもうないな。リコ闇鍋が効いたのかね。よし、修復完了だ。この模様、こんな他形だった。又闪了。なんだろうなこれ。それにしても一向に筋肉がつかないの。レグさん、リコさん、他长得了吗？但是どうだったかね。10日間過ごしてみて。結構忙しかったよね。そうだな。過ぎてみればあっという間だったよね。待ち人を殺したくなければ真相にはとどまるな、なんて古い言い伝えがあってね。どういう意味なんだい？時間の感覚が狂っちまうんだ。5層の深部で特に顕著なんだがね。数週間已经不知道过了多久了。地上に戻ってきたら数ヶ月も経っていた。なんてことがよくあるんだ。这么神奇。その噂、本当だったんですね。噂なもんかい。私が言ってるんだよ。まあ、真相で生活しようなんて物好きは私ら白笛ぐらいなもんだがね。さっきの言い伝えはあまりに長くとどまると待ち人が皆死んじまうんじゃないかって大げさに言ったものなのさ。就是地上的人都已经老去了。戻らぬ旅の君らには関係ない話に思えるだろうけど、問題は6層7層ではこの狂いがどの程度になるのか見当もつかないってことさ。ライザは我々が思ってるほど時を過ごしてはいないんじゃないのかね。地上では10年だが奈落の底では数年しか経ってないとすれば、彼女が無事である可能性はよっぽど高い気がしないかい？王仙さん、他肯定也希望莱萨没事。5層にはとどまらないことだ。それはなぜだい？他の白笛と鉢合わせないようにするためさ。其他白迪，我好想碰到。人が生きて戻れる限界の深さだ。想再要去到第6层还得游下去吗？仙道橋、
選ばれし枠哇，神秘教神秘のスラージ好像ョ King 啊！新しきボンドルト今潜ってるのは哇，他带的是那个潜水的氧气罐吗？特にボンドルドは筋金入りのろくでなしだ。能感觉出来都不简单。それは冗談なのか？ああ、そうそう。ライザといえばさ、是很温柔私も的。気になってるんだけど、封書に入ってた奈落の底で待つ。あれ誰が書いたんだろうね。略字もなしの古い奈落文字。やけに大きく書かれたいびつな筆跡。それに使われてる紙も紙じゃない未知の異物さ。ボロボロのように見えるけど驚いたよ。それ私の别的生力でも物吧破れないんだ。一体奈落の底でライザと共に待ってるものはなんだろうね。天呐，莱萨真的是完全去到了任何人都不知道的地方，甚至了解都不了解，可能是另外一个文明。ほれ。これはブレイズリーブ無人墜。その通り。殲滅のライザがあまたの血を吸わせた獲物。例の常しえ港の群生地に墓標みたいに刺さってた他要给莉可，天呐，欧森。リコ。中の尽きない火薬は無事だが外側がいかれちまってる。使えた後无尽火药まあ也是一种昔からたまに遗物吧不発なポンコツだったよ。ライザのことだから新しい武器ぐらい見つけているだろう。使い方を教えてやるよ。仮想法の代わりくらいにはなるだろう。本当ですか？ありがとうございます。太好了。それとこれから話すことは口外無用だ。そう言ってオーゼンが語ったのは歴代白笛のラストダイブから漏れ伝えられ、彼らの間だけで口伝されているという秘密の数々。おそらくは人が持ち得る最も深いアビスの声だった。深海5層の海を越えるための謎めいた仕哇，掛けのこと。这个白笛の音色はある種の異物を起動する鍵であること。何人かの白笛が見たという深海7層の不思議な輪のこと。子供騙しは嫌いといったオーゼンの言葉は本当で、この怪物は最初から最後まで出し惜しみをしなかった。居然笛子的音色可以作为一个像钥匙的东西。見送りに来ないなんてオーゼンさんも冷たいんじゃないん？いえ、いいんです。もういっぱいもらっちゃったから。いろんなこと教えてもらったし、これ以上もらったら大変です。なんだ？下一次见不知道什么时候了。やめとけ。マルルクちゃん。じゃあ、元気でね。僕、こんなこと言うの嫌なんですが、やっぱり無理だって。帰ってきてくれたらどんなにいいかって。マルルク、いろんな人がここから戻らない旅に行くのを送ってきました。僕、今日が一番悲しいです。哦，又是这个，伴随着这个日出。レイク、あの子。やはり探掘の技術は飲み込みが早かったね。いろいろ思い出すまで行かせたくはなかったな。ま、仕方ないか。なあ、ライス。あの赤子、カゴから出した途端アビスの方へ這っていくなんて気味が悪いったらなかったね。
おかげさまで元気さはまるきり怪物だ。私の弟子もうんざりしていた。そいつは結構なことで。弟子なんていたのかい？ジルオだ。会ったことあるだろ？ああ、私の誘いを断ったやたらずぶといあの子か。俺は殲滅教の方がいいんで。未だにくたばっても殺されてもないってことは、あの子がうまく隠し通せているようだね。お前さんの娘だと割れたら、潜ってる隙にならず者にさらわれて、よくて人質、悪けりゃ。大丈夫。私の弟子は優秀なんだ。他信任 leader， ただ把自己的孩子交到 leader 那里。私にとってあまりにも大事なんだ。好。どんな異物でも、私の何もかもを払っても足りない。尊いものの積み重ねが今のあの子を生かしている。このまま一緒にいたら、私はリコから冒険に挑む権利を奪い、そして私もアビスから離れてしまうだろう。被阿比斯疏遠。私は行くよ。あの子がどんな道も選べるように。何を取り繕っているのかね。そこを見たくなっただけだろ。なあ、オーゼン。再びリコが地の底を目指してあんたの前に立ったら教えてやってほしい。自分が動く死体かもってことかね。そう。他也确实说了。どれだけの奇跡が君を動かしてきたのかってことと、その先で待つ素晴らしい冒険への挑み方を。面倒だね。自分でやりな。お前さんとこに送り出すぐらいならやってやるさ。但是他都完全做到了呀。逆さまにあんなに上に。レグ。準備はいい？もちろんだ。天哪，这太大了！再次听到这首绝美的日出神曲，配上这个莱萨他在日出前阳光下的这个灿烂的笑颜，真的是太戳中我了。很喜欢莱萨说的，就是丽可他身上承载了太多珍贵的事物，不论是他的这个爱情，还是他的那些战友们，更像是这些所有产物的生命的延续吧。他要让这个生命的延续，也就是丽可能够去自由的选择自己的冒险。但是相对应的，我也很好奇，就是莱萨他所说的不被深渊所抛弃是指一个什么意思？我就是在想，可能你得有一定的决心，你才能不断的就是被深渊所选择。那就是如果你有了妻儿之类的家庭，或者说有了其他的这个眷顾，你可能会不会就是分神之类的，就你可能无法全身心的投入到跟阿比斯的这个连接之中，这样的话可能就会被阿比斯所抛弃，所以他可能就不能待在丽可身边，他需要自己只身一人继续去探索阿比斯，而且可能看出来他也是坚信丽可会继续往下走的，他知道丽可有一天会下来。希望莱萨他对于就是这个深渊之行的这描述是无与伦比的冒险吧。显然在这些白狄眼里，这真不完全是危险的、恐怖的、令人畏惧、令人退缩的，而是心之向往的。这也真的不愧是白狄，也正是这样的思维模式才能铸就了他们是白狄吧。他们好像一直是作为一个挑战者的姿态去面对深渊，我真的觉得这样太酷了。奥森真的像他自己说的一样，又温柔又重情义，我真的是越来越喜欢他了。真的很喜欢奥森和莱萨他们这个师徒之情吧。
莱萨真的是一如既往的，不愧是奸杀这么一个号吧，一看谁把奥森弄了，马上就要斩草除根，做的还挺绝。奥森他也是想看到莱萨能够继续一个坚挺的模样吧，就是不想看到他结婚之后好像变温柔，虽然也是嫌弃着这个难产儿童。当莱萨嘱咐立刻给他的时候，他也是嫌麻烦，但是他哪一件事情都做到了呢？有把莱萨放到非常重要的地位。他带着他那个镰刀一样的武器，奥森站在旁边的话，真的就很像这种部队里的矛与盾吧。然后就是奥森他提到的几个其他的白狄，看上去都挺酷的。其中第一个这个叫瓦库纳的，感觉像是没有头一样，但是他有头发。然后是这个神秘亲斯拉杰，他看上去这个鸟嘴真的让我想到了海贼王里的美美国师使用者。而且不知道他们胸前的这个是他们的白狄吗？还是为什么这么巨大还发光？但他们三个都有这样子的这个装置。而且这斯拉杰眼睛上是好几个那个像小望远镜似的。就是这个黎明清波多尔多，他的话脖子这边连了好多根管子，我想他们每个人的头是不是都已经机械化了似的。他们的这些造型真的让我觉得可能他们的皮肤或者什么真的都已经不存在了吧，感觉每个人的外面都是包裹着严严实实的，感觉个个都像个机器人了已经变得。我也很好奇，就是白狄的音色，它会召唤出，就是在第5层的时候召唤出什么样的机关或者遗物。立可他们本身是没有白狄的嘛，那应该就是要用到莱萨的那个白狄了。我觉得既然是声音的话，我倾向于就是可能会招来，比如说一些可以帮助到他们的野兽，或者是可能它是可以开启一些什么门之类的。而且应该笛子的声音是可以穿过海洋吧，如果他们在海里面的话，应该也是能吹响的。立可雷格这边也是在奥森的这个指导下，再次整装待发的要往深处继续前行了。虽然有了一个短暂的训练的时间吧，但是我觉得应该也是能帮助到他们很多的。我也不知道什么时候才能再见到第3层的大家，也很舍不得吧。虽然奥森说了尽量要避开那些白狄，但我觉得我们总归是要遇到新的白狄吧。那这期视频要结束啦，我们下次再见，拜拜。